まず入国ができないパンパンガ州まで移動するためには目の前にもうそびえ立って。こんにちは、大輔です。先日 EU のですね、国境解除の話を皆さんにしたところだと思うんですが、加入国同士であればパスポート提示なしにですね、自由に国境を往来できる協定っていうのが復活していくんですよと、そういう話だったわけなんですね。で、それとですね、反対の出来事がですね、なんと今、フィリピンで、起こってるんじゃないかっていうふうに見させてもらってまして、その実態をね、今日は皆さんにご報告できればと思っております。で、完全なるですね、都市封鎖、いわゆるロックダウン状態からは、一応解除には向かっているフィリピンではあるんですが、検疫っていう面を見るとね、いわゆる都道府県レベル、州レベルでの分断っていうのが継続している国なわけなんですね。皆さんちょっと想像してみてほしいんですが、もしですね、将来入国制限が緩和されて海外にね行った時に、その海外渡航中にですね、ロックダウンがもし仮に生じたとしたらですね、どうされますでしょうかというね、ちょっとそういうことをイメージしてみたいんですが、予約していたフライトはもちろんキャンセルされるでしょうし、さらにですね、そこにその空港に出向くことすらできない、かつビザのね、延長申請、パスポートの延長申請をしにですね、役所に訪れることもできないという状態を想像してみてください。結構これ恐ろしい、と思うんですよね。で、このチャンネルのですね、視聴者さんからお寄せいただいたコメントの中にですね、こういったものがありました。日本に留学する予定だったんだけども、今は日本に入れないよというコメントです。こちら韓国と台湾の学生さんからコメントいただいたものなんですね。あとはオリンピック連休に予定をしていた台湾旅行をですね、キャンセルせざるを得ませんよと。恋人がね、韓国に住んでいて、会うことができないと。婚約者がアメリカにいて、会うことができないと。これらいずれもですね、国をまたいで移動ができないっていうね、そういう状況を意味していると思うんですよね。で、まさにですね、この鎖国の状態、が、いわゆる、都道府県レベルで起こっているというのがフィリピンなんですね。で、この動画の結論を先に述べてしまうんですけど、今現在ですね、フィリピンでは州をまたいで移動を行う際には、トラベルパスというものを申請する必要があるんですね。で、このトラベルパスに関してはですね、フィリピン国内にいない限りは、我々ね、普段目にすることっていうのはないんですけども、本日ですね、特別に私の方でリサーチをしてみまして、皆さんにお伝えできればと思ってます。で、将来ね、この制度がフィリピンでいつ撤廃されるかっていう不明ですし、フィリピン以外の国であってもですね、渡航中にロックダウンが生じたらこれに近い状態になるはずなので、こういう制度があるんだなっていうことは知っておいて損はない情報かと思います。それでは本題に入ってまいります。現在のフィリピンの検疫レベルを確認しまして、州をまたいだ移動が必要な人たちって一体どういう人たちがいるのかっていう話で、通行証の種類に関して、皆さんにシェアしたいと思います。で、お断りなんですけども、私の方がですね、あくまでもね、フィリピンの行政の情報であったり、報道機関を頼りにですね、リサーチをしてますので、参考程度にしていただければと思っています。本当にね、現地を移動する必要があるという方は、直接行政の情報を参照したりだとか、問い合わせをされるってことを推奨いたします。では、はじめにですね、フィリピンの現在のですね、検疫レベルについてお伝えするんですが、以前ですね、動画でお伝えした通りなんですけど、こちらのようにね、段階的に緩和をされていくといった状況なんです。で、今現在のほとんどの地域というのは GCQ というレベルに該当するんですが、不要不急の外出自粛という位置づけになっているわけなんですね。で、マニラ首都圏もですね、6月1日には GCQ に移行しておりまして、先日のですね、動画でもご報告した通りの状況になっているわけなんです。この GCQ では、ジプニーだとかバス、トライシクなどの交通機関ですね、密集を避ける形にはなるんですが、徐々にね、再開されているということなんですね。完全ではないんですが、基本的なね、経済活動に戻っていこうとしている段階だということなんですね。私としてはですね、こちらのレベルが日本の緊急事態宣言に、最も近い措置レベルなんじゃないかなというふうに、見させてもらってはいたんですけど、今日お話しする内容はね、どうやらそうでもない状況が続いているんじゃないかなという、そういうお話なんですね。じゃあ次にですね、この州をまたいで移動が必要な人たちって一体どういう方々がいるのかっていうのを見ていくんですが、いろんなね理由を持つ人っ
がいるでしょうね。フィリピンの今のね人口っていうのは約1億1000万人いるわけでして、日本の人口に非常に近い状況なんですよね。でさらにここ20年間っていうのはもうずっと GDP 成長をキープしている、非常に経済発展をしていってる国なんですよね。なんで国内の人の動きっていうのも非常に多い国であるというふうに言えるんじゃないでしょうか。で、フィリピン人の気質も関係してくると思うんですけど、家にね、じっとしていられるような人種の人たちではないので、結構ね、家の外に出てですね、友達とこう話したりだとか、いろんなところに行ったりっていうところのがですね、非常に好きな、家にじっとしているのとは反対の国民性をお持ちの方っていうのは多いんじゃないかなと思っています。我々のですね、日本の状況でちょっと考えてみたいなと思うんですけど、地方からですね、東京に出てきている人たちいますよね。県外に出ないといけない理由って、いろいろ仕事以外にもね、あるわけですよ。一人親がね、他県に住んでいてちょっとサポートをしたいだとか、恋人に会いに県をまたいで移動したいとかですね、普通に旅行に行きたいとか、いろんな理由があるわけなんですよね。それはね、日本国内においても同じ話だと思います。これがですね、フィリピンに関しては州をまたいで移動しようとすると、その州境に設けられている検問をはじめですね、警察官にチェックされる機会っていうのが非常に多く発生すると。でその際には通行証の提示が必要な場合が多いといったところなんです。じゃあその通行証の種類に関してちょっとチェックをねしていってみたいと思うんですが、CNN の記事によるとですね、こちらのような方がもし仮に州をまたいで移動するとなった時には書類の提示が必要になる模様なんですよ。仕事での移動ですね、その他の理由での移動ということなんですが、仕事があってその州をまたいで移動する必要がある場合っていうのは、会社 ID、従業員 ID、社員証とかそういうものだと思うんですけどね、もしくは雇用証明書の提示が必要ということで、チェックをされるですね、警察官の方というのはその許可された業種の方かどうかっていうのをチェックするみたいなんですね。その方のみを通行許可させるということのようです。で、そのお仕事以外での移動が必要な場合に関してはですね、こちらどうやら行政にトラベルパスという書類をですね、取りに行く必要があるみたいなんですね。で、さらにその書類を取得するためにですね、申請するために必要な書類というのもありまして、これはね、医療許可証というものが必要になってくるようです。で、申請先はバランガイホールというところに行ってですね、この書類受け取るらしいんですけど、そのバランガイっていう言葉ね、あんまり聞き慣れないと思うんですけど、これね、フィリピンにおける行政区域の最も小さな単位ということで、なんか村みたいな感じですよね。要するには区役所とかね、村役場とかそういったところに出向きまして、このトラベルパスの申請をするということなんですね。で、よくね、私が訪れるですね、フィリピンのパンパンガ州のマバラカット市にも実際のね、申請フォーマットがアップロードされてましたので、そちらね、例にとって皆さんにご紹介してみたいと思います。ちょっと具体例ということなんですが、こちらはですね、ルソン島のパンパンガ州、マバラカット市が出しているフォーマットになります。これ何のフォーマットかというと、GCQ ですね。すなわち一般コミュニティ隔離と言われるガイドラインについて行政指示を出している書類になっています。で、おそらくですね、フィリピン全域なんですけど、同じようなですね、状況の地域、同じような行政指示がおそらくね、全域で出ているものと思われます。で、まずこのガイドラインの有効期間なんですが、6月の1日から15日までというふうに記載されていました。で、それ以降ね、6月16日以降に具体的にどういうふうにこれがね、変更されていくかっていうのは、ちょっと私の方で詳細はね、分かっていないという状況になっています。で、これね、読み進めていきますと、こういう記載があるんですよ。ローカリーストランディッドインディビジュアルズ
っていうね、記載があるんですが、これって何を言ってるかというと、出稼ぎだとか旅行とかでですね、その地域に取り残されてしまった人たちが、検疫に引っかかって外に出れなくなってしまったっていうケースですね。そういう方々が地元へ戻るために必要な移動に関して申請を受け付けるというような、そんな旨がね、記載されているんじゃないかというふうに理解させてもらっています。で、こちらの証明書を取得するためにはですね、その医療機関における証明書、健康証明書なるものが必要ということで、少なくともですね、その14日間以内にコロナウイルスに相当する症状が出ていないっていうことを証明する、健康証明をしていくっていう必要があるようなんですね。なんでちょっとね、ここも手間がかかるんですけど、あとこの書類にですね、明確に記載がね、私の方で見つけられなかったんですが、例えばね、家族が既得であったり、重篤であったりだとか、その介護が必要だったりだとかね、その家族に対する緊急事態っていうところで、人道的なですね、理由について許可されるかどうかっていうのは、このガイドライン上の記載では見当たりませんでした。これは役所判断になるんじゃないかというふうに見させてもらっています。あとですね、ちょっとその気になる記載としては、ステイホームを徹底するっていう、その家の外に出てはいけないっていう記載がありまして、未だですね、60歳以上の高齢者だとか、20歳以下の子供、これね、20歳以下全部子供かっていうとね、結構18、19も含まれるので、結構厳しいなと思うんですが、このね、年齢に関しては、完全に、外出禁止のお達しが出てるという状況になっていました。で、あとですね、これちょっとついでなんですけど、私がね、大好きなパブリックマーケットについての記載もね、ありましたね。午前4時から午後5時まで営業許可が出ているということで、マスクを着用しない方っていうのは入場不可能という記載がありましたね。だからね、フィリピン国内ってもともとマスクなんてつけてる人ってもう一人もいなかったんですよ。なんですけど、もう今現在はね、ほぼ 100% の着用率ということになってるわけですから、これ世界変わりましたよね、皆さん。はい。ということなんですが、具体事例ちょっと皆さんに共有させてもらったんですけど、先ほどですね、私の友人でマニラ在住の方に、ちょっとね、様子を聞いてみたんですけど、マニラ首都圏とその他の州の出入りに関しては、それなりにね、厳しくこういったその通行許可証というものをチェックされるんじゃないかということだったんですね。で、その他の州同士に関しては、どこまで厳しいかどうかっていうところはちょっとわからないっていうことだったんですが、これはね、その人道的理由の判断基準等も含めてですね、ちょっと詳細はわからないということだったんですが、結構ね、やっぱ州によって自治体ごとの判断になるということなので、差分があるんじゃないかなというふうに見させてもらっています。以上がですね、フィリピンの現状の、一部分ということでお伝えしたんですけども、どうでしたでしょうか。で、私のケースにおいてはですね、大切な人がいるパンパンガ州に訪れるっていうのはね、まだまだ困難な状況ですよね。だから、立ちはだかる壁というのがですね、フィリピンへのまず入国ができないですよね。で、これね、入国が仮にできたとしても、マニラからね、パンパンガ州まで移動するためにはそれなりの理由が必要になりますし、この申請手続きをしなければいけないというのが今現在のフィリピンのステータスということなんですよね。だからね、この2つの壁ってもうそびえ立つ、もう私のね、目の前にもそびえ立っているわけなので、もうどうしたもんかなといったところなんですよね。だから気持ちをね、強く持ちまして、今後のね、フィリピンの動き、世界の動きには注目をしていきたいと思います。で、海外渡航にですね、興味があられる方っていうのが多くこのチャンネル見ていただいていると思いますので、もしね、皆さんが気になる国、地域がありましたら、コメント欄で教えていただけましたら、こんな感じでリサーチ加えましてね、ご報告をさせていただければと思っております。それでは、本日の動画は以上になります。さようなら。